こんにちは、あまねデザインです。今回はですね、こちらにですね、マーブルランを組み合わせて、こんな感じでですね、マーブルラン搭載のペンを作るという企画をお送りします。こちらはまだ制作の途中ということで、動画の最後に完成したものをぜひご覧いただければというふうに思います。透明のオリジナルのユニボールシグノを作ってみたという動画ですとか、至ってシンプルなマーブルランを作ってみたという動画も概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。今回の動画ではですね、結構ナレーション多めのいつもとはちょっと違う作りで動画をやっていますが、こうした方がいいとか何かご意見があったらコメントなどいただけると嬉しいです。それでは制作している風景からご覧ください。どうぞ。まずこちらがベースとなる造形です。前回作った透明のペンのモデルになります。この部分がキャップになっており、ペン先、メインのボディとなって、この中に返芯を入れるという構造になっています。まずペンのボディの始まりから下まで螺旋を描いてあります。この螺旋はこの切れている部分でペンの内部に侵入し、この頂点から飛び出すような設計してあります。そのためにペンの内側の厚みはもともとここまであったんですけれども、少し底を高くしてソリッドな部分をより多く持たせることによってマーブルランの通路が中に通れるようなスペースを確保してあります。このようにペンの外形からマーブルランのコースとなるこの螺旋状の造形をくり抜いていくわけですが、断面図を確認いたしますと、このマーブルランによってくり抜かれたこのペンの肉厚の部分が 0.03mm しかありません。この原因はこのマーブルランを通したいコースの直径が 1.6mm 前後に対してこのペンの肉厚も 1.55 しかないということで、このペンの肉厚っていうのがもう少しずっと大きい必要があるということがわかります。例えば 2mm とか 2.5mm とか余裕を持たせると壊れにくい安定した成形ができる設計になると。ですので少し外形を大きくしていくような設計方針となっていきます。この点は今までのマーブルランとは違って中空空間があるからこその独自の問題点かなというふうに考えられます。設計変更点としてはペンの先端、ボールの入り口部分なんですけど、現在この半球型になってるんですが、穴に落ちていく前に遊べる部分があった方がいいと思うので、くぼんだような形にしたいと思っています。こんな感じですね。そうして出来上がったマーブルラン搭載のペンがこんな感じです。断面図も確認してみます。マーブルランのコースとしてくり抜かれた部分も肉厚がこのように 0.6mm 約ありますので、成形上も大丈夫でしょう。続いて今作ったボディを覆う外側の透明なボディを設計したいと思います。シンプルな回転体なんで回して、でこの先端はですね、先ほどのマーブルランの部分はくぼんだ形状にしたので、それを見る側っていうことで反対に半球状のシェイプにしていきます。こんな感じですね。お分かりいただけますでしょうか。そして最後にペンのキャップを作成して完成です。これが完成イメージですね。これが最終的な断面図ですね。青い線がそのキャップとその透明な部分、黒い線が内側のマーブルランを持ったボディの部分ですね。そしてこれを印刷していきます。スライサーソフト C2box にインポートして、でこの高さのあるペンをまとめて一気に印刷しちゃってます。使用するレジンはシラヤテックのシンプルのクリアです。見たところ綺麗に印刷できているようには見えますが、マーブルランとしては細かすぎてどうなんだろう、もしかしたら難しいかなという気もしてます。
続いてこの外側のパーツのみですね、クリスタルレジンを内側と外側にこのように塗ってコーティングするような加工をしています。このことによって透明度が増すという狙いと強度も向上させるという狙いがあります。はい、というわけで出来上がってきたんですけれども、問題が発生しまして、このマーブルランのこの溝があまりにも浅すぎるんですね。これはいくらなんでもちょっとボールが通らないだろうということ。そしてもう一つはこの穴からこの溝に行く道がちゃんと成形できてなかったということが発覚したということで、再設計再印刷の必要が出てきました。というわけでこんな感じで再設計しています。違いがわかりますでしょうか。まずはボールを通るこの溝がかなり直径が大きくなってます。そしてこの全体の外径もかなり大きくなってますね。以前のモデルと比較するとこんな感じです。外径がだいぶ太くなっているのがわかります。というわけでこのモデルを印刷していきます。今回も印刷の出来はいい感じです。シラヤテックのシンプルクリアいいですね。で、この後処理なんですけど、洗ったらすぐにすすいで拭いて、そして UV ライトを当てるというこの迅速な工程を心がけてます。詳しくは別動画で解説してますので、概要欄のリンクからチェックしてみてください。モデルを割らずに済む方法というものです。ここまで透明樹脂のみで印刷してまいりましたが、ここで不透明、グレー色ですね。これでも印刷をします。内部のマーブルラン部分の印刷ですね。はい、この通り成功しています。再び外側の透明のカバーにクリスタルレジンを塗る工程です。乾かす工程を見越して透明のカバー部分にはもう足をあらかじめ追加して設計して印刷してありますので、このように自立して乾かすことができます。すべてのパーツが揃ってきましたので組み立てていきます。ユニボールシグモの開封して、このようにインクをボディに入れてペン先も締めて、そして外側のカバーを取り付けてと、このようにして完成です。もう一つ透明のバージョンもこのように完成させていくんですけれども、ちょっとぼやけてるかなということで、これは色を変えます。クリアオレンジになりましたね。はい、このようにとても見栄えがファインな感じになってますね。というわけでメタリックグリーンとクリアオレンジの2つのマーブルラン搭載のユニボールシグモが完成したという感じですね。ではこれで実際にボールを入れて動くかどうか検証してみます。軽快なスピードで落ちていってくれていますね。
またこうして逆さまにしてもまたボールが戻っていって最初のところに戻ってくれるっていうのもまたいいですね。はい、というわけでこちら出来上がったモデルがこの2つになりますね。マーブルランが中に入っていて、そして外側にこういった透明のカバーがあるといった構造になっているボールペンになります。ユニボールシグノというですね、こういったものなんですけれども、こちらのユニボールシグノの会心をこう中に入れてあるといった構造になっているということですね。今回の作品はですね、幸いにこの外側の透明のカバーの透明感の仕上がりが結構うまくいったということもあって、綺麗な見た目に仕上がってくれたかなと個人的には思っています。オレンジの方はボールがねうまく転がってくれないという残念ながら結果に終わっています。こっちはねこのようにくるくるとですねボールが落ちてきてくれて面白いんですけど、ちょっとこっちは残念ながらこういう見た目っていうだけのちょっとねこういう仕上がりですよっていうちょっと話にとどまってしまうんですけれども、はい、こんな感じですね。ちょっと太いんですけどなかなか見た目面白いものができたかなという感じがしています。はい、今回は 3D プリンターと透明樹脂を使ってオリジナルのユニボールシグノ、それもですねマーブルランを搭載したユニボールシグノというものを制作してみました。よかったら何かの参考にしてみてください。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。